今回のこの動画ではフルプロテクトパックケース P ということで PSA 鑑定ホルダーをそのまま収納できる硬質ケースになります。川島製作所からね、2023年2月17日に発売されたものではありますけれど、2022年のね、年末ぐらいからね、予告されてて、やっと発売したって感じですね。その P に関連するものというかね、フルプロテクトパックケースシリーズというものがありまして、S サイズっていうものがね、未開封パック5枚から6枚入りぐらいをね、1パック収納できるサイズになっていて、L サイズっていうのが、ポケカのね、ハイクラスパック10枚入りであったり、ギャザリングのようなね、15枚入りパックですね。それを1袋収納することができるサイズになります。こういうものもあるよっていう補足をした上で、今回この動画ではですね、こちらに写っている OPP とか CPP とか OPCP、袋ですね。ホルダーにちょうどいいであろうサイズ帯の袋をかぶせて、このフルプロテクトパックケース P に収まるのかというね、動画を撮っていきたいです。もちろん収まらない可能性もあるんですよね。PSA プロフェッショナルスポーツオーサンティケイラーっていうのがありまして、直訳すると専門のスポーツの認証ですね。スポーツカードをね、専門にね、認証してきて発展してきたトレカとかにもね、拡大してきたっていう感じなのでね。そういう名前がついてます。ので、コレクターズユニバース社っていうところのね、一つの部門でね、鑑定というものをしているって思っていただいたらいいと思います。ご存知の方も多いと思うけどね、この動画検索してくれてる人はフルプロテクトパックケース P とか PSA で検索してくれてると思うので、トレカの心眼鑑定をしたり、この等級付けをしてくれる、10って書いてるね、等級付けをしてくれて、カードの状態がね、いいか悪いか、傷んでるかどうかっていうところをね、チェックしてくれるっていう、そういうサービスになります。それでは早速ですね、入れていきたいんですけれど、まず OPP とかのね、袋の説明から軽くしていきましょうか。こちら、下島クリスタルパック、有名どころですね。Amazon とかでもよく手に入る。入手難易度的には簡単かなと思う。8.5、14センチメートルですね。T はテープです。テープ付きっていう意味ですね。こちらがカードボードゴールドですね。PSA 鑑定を提出するときによく使われるカードセーバー版と同じメーカーですね。そちらが発売しているコーナーカットタイプの OPP になりますけれど、PSA ロゴがありますね。新ロットから PSA ロゴがつくようになりました。こちらが太犬紹介っていうところから発売されているGraded Card Sleeves for PSA ということで PSA 用のスリーブっていうことになりますね。こちらはね CPP で柔らかめで少しね白身があるっていう感じですね。OPP は伸ばしてて CPP は無遠心なので伸ばしてない状態なので若干柔らかくなってます。OPP はね若干硬めです。その分透明度がねちょっと高かったりとかそういう特徴がありますけれど、こちらはグレサさんからね発売されているというか、グレサさんの公式サイトから買えるって言った方がいいのかな。そちらで取り扱っているカードシェルっていうね、そしてこちらがザ・カードっていうね、こちらもカードサプライを製造されているね、ところから発売されている UV カット機能付きのスリーブになります。人気でね、すぐ売り切れちゃうんだよね、入荷すると。こちらにはね、今までのようなこのコーナーカットタイプとコーナーカットしてないタイプと2種類あるんですけれど、こちらをね、コーナーカットエディションで言ってカットしているタイプのものを用意しています。25枚入りですね。枚数言ってなかったね。こちらのカードシェルが100枚入りです。こちらの太犬紹介制が、25枚入り、50枚入りとかも売ってたと思いますね。そし
で、こちらが、カードボードゴールドは50枚入り。で、こちらのクリスタルパックは100枚入りです。値段がね、結構差があったりするので、もちろん UV 機能が高かったりすると高くなってくるのでね、25枚入りで2000円弱ぐらいとかしてくるのでね、クリスタルパックだとね、500円以下とかで買えると思うんですけれど、通販だと送料かかったりとかいろいろあると思うんですけどね。ということで、これらの袋をね、入れて入るのかっていうところをね、動画に収めていきたいと思います。開け方なんですけれど、ここに4つの爪があるっていうのはね、フルプロテクトシリーズの特徴ではありますけれどね、開けるの結構大変です。なので、こう、爪でね、4つの爪を少しずつ剥がしながらそっと開けてください。結構ね、力いりました。あまり無理にやると割れちゃう可能性があるので、そっと行うように気をつけてください。向きはですね、このポコッとなってる方が、一応ね、説明書では上っていう扱いになってますよね。フルプロテクトスリーブとか、フルプロテクトパックケースとか。向きさえ合ってたら閉まるので、そんなに向き気にする必要はないんだけどね。このポコッとなってる方が上か下かっていうのはこだわる必要はないんだけれど、一応説明書では上になっているので、それに従っていきたいと思います。まず早速やっていくのが、クリスタルパック 8.5、14、85mm の 140mm ですね。本当にジャストサイズだよね。その市販されている PSA 用とかに作られてないけれどぴったりっていうね。閉めなくていいか。これが入るのかですね。こっちが蓋で、こっちがトレイですね。入る入る。若干ね、多少はよれますけれど、一応入ります。ので、クリスタルパックだったら、入れたまま収納でもいいかもしれないですね。ただ取り出すときがしんどくなるっていう。さて、次。PSA ロゴ付きのカードボードゴールドですね。このカードボードゴールドのね、サイズ帯はですね、だいたい約横幅が87の縦幅が141になりますね。なので、平行よりはでかいです。クリスタルパックよりはでかくなりますね。だから入らない可能性が高いですね。おっと、貼り付いちゃった。ただ PSA ロゴがあるからね、このまま飾るんだったらいい気がするんだよな。なんですが、トレイにはやっぱり入らないね。これぐらいはみ出します。なのでカードボードゴールドは入りません。次の太犬紹介のサイズ帯がですね、横幅が 86mm なので、さっきより 1mm 少なくて、縦幅も 138mm ぐらいなので、カードボードゴールドよりは若干小さめですね。若干小さめのぴったりサイズにはなっているので、入ってくれたらいいなと思うんですけれど、はい、こうですね。こんな感じに
仕上がります。白いって言ってもね、角丸スリーブの白身に若干似てるかなとは思うんですけど、角丸は OPP だったはずなんだけどね。さて、押し込めばギリギリ入りますね。角がね、入れた時にちょっととんがっちゃうので、それが接触するかなっていう感じではありますけれど、押し込めばちゃんと入ります。はいはいはい。ぴったりサイズだと入るんですね。出すのがね、本当に大変。この出す時に振ると中のカードが揺れてしまって、ね、縁とかが傷む可能性があるので、そこは考えものだよね。遊戯王だとね、あまり揺れないんだけれど、ポケカの方が厚み薄いので、振るとね、カタカタって揺れたりするのでね、慎重に扱ってください。ということで、この太犬紹介は入ります。次はグレサさんから発売されているカードシェルですね。こちらのね、サイズも先ほどとほとんど同じで、縦幅がね、さっき138だったんだけれど、だいたい139で、横幅はほぼ同じです。86ミリですね。なので、収まってくれるんじゃないかなと思うけれど、若干ね、この上の角がぴょこんって出ちゃうので、そこが若干当たりそうですね。若干よれますけれど、ちゃんとテープ締めたら入るかなっていう感じではありますね。グレサから提出すると、このスリーブに入れたまま返却されるので、その時のスリーブを締めてくれた人のさじ加減で入るか入らないか、シワができるかできないかっていうのは分かれると思います。BSA のね、ジャパンとか本社に直接送った人はそのまま返されるので、自分でね、袋に入れてって感じになると思うんですけれど、もしね、グレサから提出してサイズ合わないなっていう場合は、パックの方を買って入れ替えるっていうことをしたらいいだけなんですけれど、そしてこちらがね、ザ・カール。UV 機能付き、UV カット率がね、だいたい80から 90% で、波長ですね。UV の波長が300から360ぐらいの波長帯を80から 90% カットしてくれるよっていうね、そういうスリーブになります。紫外線のね、UV カットも吸収率って物質決まっているので、長期間使ってるとね、だんだん吸収できなくなって交換するっていうことが必要になってきますけど、コーナーカットエディションなので角がねカットされた状態です。こちらはね OPCP なので OPP と CPP のちょうど中間っていう感じですね。こちらもねジャストフィットサイズですね。86かな。サイズとかねブログの方にも記載してるので、そちらはね概要欄の方に詳細を貼っておきますので、そちらから閲覧していただいたらいいかなと思います。
ちゃんと締めれば入りますね。まあ、押し込む形にはなりますけれど。なので、横幅が 86mm 帯であれば、おそらく押し込めば収納できます。まあ、最後だけになりますけど、蓋もちゃんと閉まるよっていうところ。こうカチッカチッって音が鳴ったら閉まったよっていう合図だと思ってくれたらいいと思います。いいですね。厚みがあるとね、ちょっと高級感出ますよね。なるほど。ということでね、こんな感じに収めることができました。そして、この上にさらにOPP、どれぐらいのサイズが合うのっていうところまでやっていきましょう。この上はね、フルプロテクトパックケース P の外寸ですね。外寸が89、そして厚みが 11mm なので、足すとね、100です。100なので、市販されているサイズ帯で言うと、105×155 ですね。こちらの縦幅が144なので、11足すと155ですね。こちら155ですね。だから縦幅も横幅も入るはずです。ので、このはがきサイズですね。このはがきサイズ、他の動画でも出してますけれど、他にはね、ARS の鑑定書がね、ぴったり入るサイズであったり、この川島製作所から発売されているフルプロテクトスリーブ W、ダブルサイズっていうのがね、ありまして、そちらもこれがぴったりなサイズになります。この 105×155 ですね。そのサイズ帯なら入ってくれる。若干ね、横幅 5mm 余るので、ゆとりはありますけどね。これぐらいのゆとりができますので、ぴったりではないですけれど、こんな感じに、フルプロテクトバックケース P そのまましておくとね、擦り傷とか増えてくるので、それが気になる場合は、はがきサイズ、T はがき用 105×155 プラス40。40部分はテープの長さになるので、この 105×155 だったら、フルプロテクトバックケース P をそのままぐるっとね、包んで収納することができます。ぴったりサイズではないですけれど、これ以上大きくなっちゃうとブカブカになりますし、100ちょうどだと入らないと思うので、なのでね、これがいいサイズ帯だと思います。そのうちね、ザ・カードさんであったりとか、銀蔵さんであったりっていうね、トレカサプライを扱っているところがね、ぴったりサイズの OPP を作ってくれるかもしれません。ので、覗いてみてください。以上、OPP とか CPP とか OPCP を入れてみたらね、こんな感じに収まったよっていう動画になりますけれど、まとめると、カードボードゴールドは入らない。太いの紹介さんは入る。グレサから発売されているカードシェルも入る。クリスタルパックも入る。この T はがき用は、ケースを外側からかぶせる用のサイズになっていて、ザ・カードさんのコーナーカットエディションタイプですね。UV。こちらも入る。だいたいね、横幅が 86mm 帯であればおそらく押し込めば入ります。ただし、波打つ可能性はあるので、それが気になる場合はね、素で入れて、素で入れた外からこの OPP をかぶすとかでもいいと思います。そんなにね、触るものじゃないので、そこまで神経質にしなくてもいいかなとは思うので、そこはお好みでお選びください。この動画ではね、OPP かぶせてみたらこんな感じになったよっていう動画なので、参考程度に捉えてくれるといいと思います。それではご視聴いただき